皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一丁名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は2024年11月16日と17日に渋谷ストリームホールで PRS ギターのイベントがあり、17日にミンチョがトークショーに出演するということで、ゼップツアーの合間ということもあり見に行くことにしました。今回はビッグサプライズの発表があったのですが、11月20日未明に正式発表するまでは秘密ということでしたので、この動画は発表後に投稿させていただいております。では改めてつぶやかせていただきます。私的には中学生くらいから楽器を触り始め、社会人になってからも同期でバンドを組んでリードギターを担当したりしていたので、純粋に PRS のギターを見たいという動機もありました。箱推しの私にはなかなかメンバー T シャツを着る機会がないのですが、今回は堂々とミンチョのメンバー T シャツを着られます。11時開場ということで、6時台に大阪の自宅を出て、8時6分新大阪発の新幹線で渋谷へ向かいます。サラリーマン時代の出張を思い出してしまいます。関西人の私にとって渋谷駅は難しいので、会場への行き方を事前にお召し様仲間に教えていただいて迷うことなくたどり着けました。渋谷ストリームホールに着いたのが10時50分くらいだったのですが、入場待機列が30人ほどできてました。結構な数の見知ったお召し様たちも並ばれています。ライブハウスでのお給仕のように600円でドリンク券をもらい、フェスのようにリストバンドをつけてもらって展示してあるギターたちを見ることもなく、トークショー会場へ向かいます。ホールの4階から6階が会場で、6階がトークショー会場でした。端の方は最前も空いてましたが、やっぱり真ん中がいいかなと思い、2列目の真ん中あたりの席をキープしました。全くスケジュールを知らずに来たわけですが、ミンチョのトークショーは15時からということで4時間後です。フェスの最前管理みたいになってしまっていましたが、とりあえず席を確保したものの、昼食も取れない感じでしたので、お召し様仲間にいただいたカロリーメイトを食べたり、会場内の展示物を見たりして時間を過ごします。それで12時から PRS のセールスマネージャーのジムさんという方が通訳の方と出てこられて、ギターの製造工程の映像をスクリーンに映しながら説明をしてくれます。あと匠さんという方も出られていて、私はあいにく存じ上げなかったのですが、後で調べたらツイストやハウンドドッグの鮫島さんの息子さんで、ギタリストでアーティストなんですね。失礼しました。それでプロジェクターでスクリーンに映されたビデオを見ながらの説明となるのですが、コードの接触が悪いのか定期的に映像が途切れます。でも絶妙のタイミングで映像が復帰するので、なんか逆に面白い感じになってほっこりしながら見てしまいました。途中スタッフの方がコードを変えたりテープで止めたりするのですが、一向に改善しないので、スタッフさんたちの苦労は感じるのですが、こちらはなんかほのぼのとした感じで見てましたね。それで映像と説明の内容は PRS のこだわりや、機械と人の手で行う工程を合理的に分けているところなどの取り組み方がすごく興味深かったですし、ボディの木や塗装などへのこだわりもすごくて、なかなか面白かったです。あとここでだったかこの後だったかあやふやなのですが、ミンチョも持っているグリーンの PRS の色であるトランパスグリーンはトランパスさんという方が開発してできた色らしく、色の種類の名前じゃなくて人名だったという驚きの事実も知れました。ブルーミングやインフルエンサーの MV で使ってるやつですね。1時間ほどでこのコーナーは終わって、13時15分からはポール・リード・スミス氏本人が登場されて、フェンダーやギブソンのヴィンテージモデルで1000万円以上するギターと PRS ギターの違いなんかを実際に弾きながら教えてくれたりします。何でもヴィンテージモデルはギターを教えてくれる師匠と捉えて、解析していいところは取り入れて問題があるところは改善するという形で PRS のギターを作ってきたとのことでした。サステインの実験もやってくれたりして、確かに PRS のギターのサステインはすごかったです。あと会場からの質問に答えるコーナーとかもあったりしたのですが、とにかく全ての説明や質問に対する受け答えなんかがめちゃくちゃ面白くて、ポール氏の茶目っ気というかやんちゃ度合いがすごくて、気がつくと時間が過ぎていた感じでした。ということで4時間待つの長いなぁと思っていたのと裏腹に、実はあっという間にミンチョのトークショーが始まる15時を迎える感じになりました。まずトーク相手となる匠さん登場で、今日のこれまでのおさらいをしてくれるのですが、ミンチョとは以前からの知り合いだということでした。それで後でわかるのですが、ミンチョのギターの師匠の師匠らしいです。師匠の師匠ってすごい人じゃんって思いましたね。それで匠さんのことをミンチョは兄さんと呼んでるらしく、この日も兄さんで通してましたね。ミンチョをステージに呼ぶ前に、
この後日本人として誇らしい発表もありますみたいなことを言うので、なんかすごく期待も膨らみました。それでいよいよ明朝が呼ばれてステージに出てきます。会場はお名手様たちがいっぱいいるので大歓声と拍手で迎えます。明朝はいつものふにゃふにゃな感じで、バンドメイドのかなみと申しますみたいに挨拶します。でもめっちゃ緊張しているのがわかります。すると明朝が後方の上を見上げていたので振り返ると、後ろのバルコニーのようなところからあーちゃんが手を振っているのが見えます。よく見るとその横にミサさん、その時はわからなかったのですが、さらにその横に小鳩さん、サイちゃんまでいたようで、結局メンバー全員がこの会場に参上していた形になりました。どんだけ仲いいねんって思いましたね。それでもステージにいる明朝の緊張が伝わってきます。席の前方をお名手様で固められたのは、明朝の緊張を少しでもほぐすのに役立っていると信じつつ、目の前にいる明朝に声援を送ります。お給仕以外で明朝を見る機会ってなかなかないことだと思いますので、貴重な体験です。椅子があるのに2人とも立って話し始めてたので、明朝から座ってもいいですかみたいに言って会場からも笑いが起こって、少し緊張がほぐれたように見えました。明朝なかなかやるなと思いましたが、まだまだ緊張は続いているようでした。ちなみにこの後も明朝はことあるごとに上にいるメンバーの方を見て助けを求める感じになってたのが可愛かったです。それでまず PRS との出会いを話してくれるのですが、2017年にギターの師匠から紹介してもらったということでした。今後のバンドメイドの方向性をどうしようかとか、どんな音にしようかと考えていた時に、いろいろなギターを師匠に借りて試していて、一番ぴったりきたのが PRS ということでした。それで初めて触った時に、グリップがすごいとか、バッキングもリードフレーズもいけるとか、ボーカルみたいな音が出るということで、私が求めていたギターはこれだ的な感覚になっていたみたいです。あとルックスもいいといったことも言ってました。ちなみにいつもの明朝節で、皆さんも触ったことあると思いますけどみたいなことも言ってましたね。明朝のこれ私大好きです。横割りの時のみんなギター持ってないと緊張するよねのあれです。あと明朝がサンタナが持ってたので、それもあって興味があったみたいなことを言ったのですが、匠さんが確かにそういうのあるよね、僕らはインキュバスのマイクとかがそうですけど、かなみさんはサンタナって飛び越してる渋ーみたいなことを言って会場は笑いが起きてました。確かにです。それで明朝としてはメロディアスなフレーズが好きということで、 PRS ならそれができるみたいなことも言ってました。メロディアスなハードロックが私的ど真ん中なので PRS に感謝です。それでステージに並べられている明朝の PRS ギターの話になって、まず最初がカスタム24のトランパスグリーンということで、何でも匠さんと一緒に見に行って買ったとのことでした。匠さんから見ると弟子の弟子ですからね。最初は見た目と握った感触で決めた的なことも言ってました。私は知らない単語でしたが、コリーナボディが綺麗だったみたいなことを言ってたと思います。あとトランパスさんの話も出て、明朝も当然知らなかったようで驚いてましたね。次の赤の PRS が35周年モデルのカスタム24と紹介されて、明朝がカスタム24でないとバンドメイドの曲弾けないとか、バンドメイドは幅広い楽曲をやるのでハードな曲からミドルバラードまで対応できる必要があるとか、結構海外ツアー行くことも多いのでできるだけ一本にしたいので切り替えでいろんなサウンドが出せるのでありがたいみたいなことを言っていたと思います。匠さんもいい音出してるので兄さん抜かされてると思ったみたいなことを言ってましたね。なんでも明朝と知り合う前から YouTube とかで見てバンドメイドは知っていて、すごくいいバンドだと思っていたところに弟子から紹介されたんでびっくりしたみたいなことを言ってました。なんかすごい縁というか味わい深いエピソードでした。それで最後のプライベートストックの話になって、素材からこだわって作ってもらったという話の中で、キルトトップで木目が綺麗という話になった時に、明朝が色とかデザインを自分では決められないので他のメンバー4人に決めてもらって、全員一致でこれが要っぽいということで今回の色になったというエピソードを話してくれました。この明朝の天才的なところとそうじゃないところのギャップというかメリハリが大好きですね。音楽の創作と演奏にパラメータを全振りしているというかなんというか、あと機能的には35周年モデルと同じセットアップらしく、ボリュームやスイッチの構成も同じとのことでした。それでお給仕で初めて使った時にベイビーちゃんなのに熟成されたような音が出るって感激したということを言ってました。あと PRS のギター作りの凄さみたいな話の中で PRS はチームで作ってるみたいな話も出て、明朝が人柄とかチームワークとかが大好きとか PRS 使っててよかったとかこれからもずっと使い続けたいとかも言ってましたね。
人柄とかチームワーク好きってまさにバンドメイドのメンバーやスタッフさんたちがそうですよね。あと PRS のすごいところということで、弦が切れてもチューニングが狂わない安定性がすごいって言ってました。確かに弦が切れたりすると張力が変わってチューニング狂うと思うのですが、狂わないんですね。すごいです。ここで一通りのトークが終わって次の話題に行くということで、ステージになんか緊張感が走ったような感じになりました。椅子から立って改まって匠さんが、この後皆様は素晴らしい瞬間に立ち会えますとか言ってきます。私も会場も何々何って感じになって、ステージのミンチョもまた緊張の面持ちになっています。それでミンチョから発表されたのが、なんと PRS から私、カナミのシグネチャーモデルが出ますと言ってきて、会場から悲鳴のような大歓声が上がります。まさかまさかです。11月20日未明に詳細が発表されるまでは絶対に言っちゃダメということで、この後の私も含めみんなのポストは匂わせもしてなかったと思います。私のポストもこんな感じです。なんか秘密を共有できたようで嬉しい気持ちにもなりましたね。それでポール氏が実際のギターを持って登場してきます。トランパスグリーンのスモークバーストという色らしいですが、めっちゃ渋い色です。トランパスグリーンを選んだのは初心に戻るという意味もあるらしいです。それで何と言ってもすごいのは、日本人のシグネチャーモデルは初ということです。以前にミンチョが PRS のプライベートストックの発表した時に、それはそれでものすごいことだし嬉しかったですし、誇らしかったのですが、小鳩さんとミサさん、一応あーちゃんもシグネチャーモデルが出ていたので少し期待していて、結果さすがに PRS でシグネチャーモデルはないかと思っていました。そもそも名だたる日本人 PRS ユーザーのギタリストが存在する中で、まだ誰のもシグネチャーモデルが存在していないわけですから当然です。そこにこの発表だったので本当にびっくりしましたし、嬉しかったですし、自分ごとのように誇らしい気持ちになりました。弾いてみた動画を出していた一人のシンガーソングライターの女の子が、日本人初の PRS のシグネチャーモデルを出すアーティストになったということですよね。ミンチョは夢が叶ったということで泣いてましたし、こっちも泣きそうになりました。というかちょっと涙は出てしまいました。しかも PRS 本国からのオファーということで、ミンチョだけじゃなくてバンドメイドにとっても誇らしい出来事だと思いました。もう発売されたらお値段気にせず買っちゃうって気持ちになりました。気持ちはですが、実際は相談、検討、強運が必要となりますね。それでこのシグネチャーモデルはゼッポ羽田で披露してくれるとのことでした。めっちゃ楽しみです。最後にミンチョが終わりの挨拶をして、大歓声と拍手と驚きと称賛の中、トークショーは終わったのですが、後ろのバルコニーを見るとあーちゃんが号泣してました。あと小鳩さんは会場に向けて手を振ってくれてましたね。号泣するあーちゃん、手を振る小鳩さん、クールに去るミサさんとサイちゃん、これぞバンドメイドですね。本当にいいもん見れました。いや、まさか勢いでチケットを申し込んだ今回のトークショー、こんなに素晴らしい経験になるとは思わなかったですし、後先考えずに駆けつけて本当に良かったです。と、ここまでの動画は11月20日の発表前に録音したのですが、ここからは20日を迎えてからの部分になります。X で発表されているのを確認し、20日の仕事終わりに梅田ロフトの島村楽器に予約しに行こうと予定し、18時頃に島村楽器に行くと、うちの割り当て分は全て出ちゃいましたと店員さんが申し訳なさそうに言ってきます。やばいと思ってすぐにネットを検索して、静岡の島村楽器のオンラインショップに在庫を見つけて、すぐに会員登録して無事購入できました。いや、舐めてました。やばかったですが、なんとか購入できましたので、配送されましたら開封動画なんか撮ってみたいと思います。はい、ということで今回の動画はこれだけです。それではまた次回。